はいどうもです。今日はですね、こちら、大イカリナマコっていう食材ですね。ということで、まずは家系図からご覧ください。今日はですね、大イカリナマコになるんですけども、こちらはですね、世界最大級のナマコっていう風に言われてて、大きいものだと3メーターぐらいになるんですね。で、今まで確認されてる中で一番大きいのは 4.5 メートルらしいです。しかもですね、このナマコ、結構ね、浅いところにいて、干潮時とかはもう水深20センチぐらいね、いるんで、ビーチとかでね、遊んでるとね、踏んづけちゃう危険性とかもありますよね。で、近寄ってみると、こんな感じです。いや、なかなかグロテスクですよね。ゆっくりなんですけど、結構ね、うねうね動いてるんですよ。ちょっとね、早送りしていますね。動いてるのがわかりますよね。で、もうちょっとね、近づいてみると、表面はね、こんな感じで、ボコボコしてて、ブドウみたいな感じになってるんですよね。で、顔はこんな感じです。15本の触手で、もう生きてる間中ずーっとね、口の中に砂を運んで、食べてます。で、これはですね、砂を栄養にしてるわけじゃなくって、表面についてる有機物を栄養源にしてるみたいですね。もうね、ずーっと食べてます、本当に。せっかくだったんで、ツーショットをね、撮ってみることにしました。やっぱね、僕と比べてみるとわかると思うんですけど、結構ね、大きいんですよね。はい、それでは捕獲していきます。で、体表に骨片っていうものがあるんで、こんな感じで手にね、引っかかってくるんですよね。で、一回触るとね、もうなかなか取れないんですよ。手で取ろうとしたらまたその手にひっついてみたいな、無限ループが起きるっていう。で、今気づいた人もいるかもしれないんですけど、もう一匹いました。なかなかの絵面ですよね、2匹いると。さすがに2匹は多いんで、1匹は逃がして、大きい方をね、持って帰ることにしました。それでは、陸に戻って調理していきましょうか。はい、ということで、ついに来ましたね。大イカリナマコということで、結構ね、5回とかにね、すごい似てるんですけど、全く別の種類です。例えるんだったら人間と虫ぐらい違うぐらい。全然違う種類で、もうこれはナマコです。はい。で、ちなみに、こいつはね、まだまだ小さくて、大きくなると3メーターぐらいになるらしいです。しかもやばいのが、こいつら、普通に歩くような浅さのところにいるんで、皆さんね、踏まないように気をつけてくださいね。ちなみにね、踏んだら足にくっついてくるんで、マジで気をつけた方がいいと思います。ということで、それでは早速、観察していきましょう。はい、こちらが全体像ですね。水からあげると、ぐにゃってなっちゃうんで、ちょっと水中から観察していきますね。このナマコですね、よく見ると、体表がね、イボイボしてるんですよ。うわー、ぐにゃぐにゃ動いてる。で、ずっと口を動かしてますね。この触手で水中にいるプランクトンとかをね、食べてるんですね。うわー、水面に出てきた。うわー、やばい。もう正面から見るとね、口に入れてるのがわかると思います。うわー、めちゃくちゃ動いてる。てかこいつずっと食ってんな。なんもないのに。なんか、よくよく見てみると、この触手は、なんか吸盤みたいな役割もしてるんですね。バケツの表面にくっつきながら動いてます。なんかね、触手はね、食べるために使ってるのと、移動のために使ってるのがありますね。めちゃくちゃ元気なんだけど、すっごい動くね。かつてマサルチャンネルでこんな元気な生物いなかったよ。ずっと動いてるんだけど。で、これなんでイカリナマコっていうかっていうと、切らないと確認はできないんですけども、体表に無数の骨片っていう骨のかけらがたくさん散らばってて、それがイカリみたいな形をしてるから、イカリナマコっていう風に言われてます。さて、取り出してみましょうか。ちなみに俺は、うわーめっちゃひっつくー。ほら、見て。ひっついてるのわかるかな？ひっつく。ほらほら。そう、水からあげると、ちょっとね、重力に耐えきれないのか、ぐにゃーってなっちゃうんですよね。で、普通ナマコって、観測っていう無数の足を使って、それで歩いたり、岩に張り付いたりするんですけども、イカリナマコは観測があんまりね、発達してないですね。その代わり、さっき言ってた骨片、これくっついてるのわかるかな？ほらほらほら。こうやって指に引っかかりがあるんですけど、引っかかりを利用して岩に張り付いたりしてるんですね。ほとんどね、凹凸がない人間の手でもね、こんだけちょこちょこ引っかかるぐらいなんで、普通にね、岩とかだったらかなりホールド感強めだと思う。ほら、めっちゃ引っかかってる爪とか。爪めっちゃ引っかかるわ。で、なんか体の中がほとんど水分な気がするんだけど、なんかね、こうやって持ち上げると、
ほら、もう全部水分が下にいっちゃうんだよね。ちょっとかわいそうに。ああ、いていて、めっちゃほっぺいて。うわー、いってや、これ。なんか水中だったらさ、1メーター普通にこうやったのになんかすっごい縮みましたね。ちなみに、ナマコって外敵から身を守るために、サポニンっていう毒を、多かれ少なかれ持ってるんですけども、こいつはめちゃくちゃ強そう。で、あと、ほっぺんが、もう体の表面に無数に張り巡らされてて、かつ、結構硬くて、触るだけでも痛いんで、おそらく、これ食べれないっす。普通に食べたら、口が痛くてね、食べれないと思います。なんで、今回は圧力鍋で煮てね、調整していこうかなと思っております。はい。それでは、調理していきましょう。あー、うんこしてる。さて、どうしようかな。どうやってさばこう。めっちゃちっちゃくなったな。手にひっつく、痛い。うわー、すごいな、これ。なんか今までのナマコはさ、動かなかったから、あんまり生き物を殺してる感がなかったけど、ちょっと嫌だな、これは。はい、それでは、ちょっと触手部分が引っ込んじゃってるんですけども、ここに触手部分があるんで、ここの触手のところをね、取っていきます。おそらくナマコなんで、頭を取ったところで死なないんですけども、気分的に締めてあげたいんで、ここを切ります。どうしようかな、今後何しようかな。ちょっと怖いな。いきます。一瞬でいきます。おー、めっちゃ動くやん。切るみたい。すごい。ここに口がある。硬い。頭切ったらこんな感じのが出てきましたね。うわー、てかめちゃくちゃ動いてる。で、こっからお腹を開いていかな、うわー、めっちゃ動いてるな、ちょっと。で、こっから開いて内臓を出していかなきゃいけないんですけども、ちょっと長すぎるんで、ぶつ切りにしていきます。ここで切ります。うわー、めっちゃなんかいろいろ出てきた。久しく忘れてた。動きが気持ち悪いな。ちなみにナマコは復活力がえげつないんで、ここから元の姿戻るはずです。まだ半分に切ります。ここもいきます。よし。はあ、すごい。なんかこの真ん中の部位は結構力尽きてる感があるんだけど、こっちの方とかもう切られた部分閉じちゃって、頭もね、まだまだ全然復活しそうな感じだよね。でね、サポニンが強いナマコの特徴なんですけど、さばいてる途中にね、手がかぶれてくるんですよね。手が痛いです、ちょっと。はい、ということで、開いていきますか。ごめんよ、俺はお前を食べたいんだ。あー、これは難しいな。一旦茹でてからの方がいいかも。一瞬茹でるっていうか湯通しした方がウニウニして切れない。殺すだけなんで60度のお湯が出るんで、これお湯で締めていきます。手がかゆいな。はい、それでは締めていきます。本当はね、刺身で食べてみたかったんだけどね、切れないからしゃあないわ。うわ、めっちゃひっつく。はい、閉まったはずです。うわ、めっちゃ腸出てくる。ちょうどよかったか。腸だけにね。ということで、切っていきましょう。マジでね、動くから切れないんだよね。で、意外とね、この包丁の加減がむずいですね。ちょっと強めに包丁入れると下まで切れちゃうし、入れないと切れないしって。めっちゃくっつく。これ死んだ方が手の引っかかりがすごくなりますね。痛いんだけど。はい。中身は黒いんだね。これね、もう手にくっついてくるし、ウニウニしてるし、すっごく切りづらい。普通のナマコと全然違うな。うわ、やっぱ変温動物はね、熱に弱いですね。高温動物でも60度のお湯に入れられたら結構たまらないとは思うけど、すぐ動かなくなる。なんかあんなにさ、ずーっと土食ってたのにさ、こんだけしか砂入ってないんだね。ほら、ほとんど砂入ってない。これが腸なのかキュビエ器官なのかわかんないんですけども、口に含んでね、確かめていますね。これはやばそうだね。そうめんだ。舌触りもそうめんみたいですごいいいし、サポニもないし、もう普通に美味しかった。びっくりした。はい。ということで、刺身も食ってみようかな、身の方の。ちょっとこの後、腸とかいろいろついてるんで、綺麗にしてから、ちょっと刺身で食べてみようかな。ちょっと楽しみだね。この裏っ側は、ほっぺん感じないですね。こっちはね、手の引っかかりがない。普通に触れる。さっきの期間何だったんだろうね。卵か腸だよね。よくわかんないんだけどね。はい、水中ではあれだけ長かったナマコがこんだけになりました。これはね、もう詐欺でしょ。俺もっと食べれると思ってたのに。ひどいな。刺身で食べてみますね。こっぺんがね、ひどいと思うんだよな。大丈夫かな。絶対口痛いよこれ。だって親指にひっついてるもん。はい、そしたらこちら刺身ちょっとちっちゃめでいきます。多分口の中だいぶ痛いと思うんで、それではいきます。うわ、ジャリジャリしてる。めっちゃ口の中ひっつく。
すげえ味はないな。あ、でもサポミないぞ。うわー、ちょっと待って、飲み込んだらだんだんじわじわサポミ効いてきたわ。サポニンってね、口の中痺れるんですよ。山椒レベル50ぐらい。これはね、山椒の悪い方向での上位互換みたいな感じ。味としてはね。まあ、この刺身の味はね、やばいよ。なんて言うんだろうな。これはね、後味は口が痺れる、ヌルヌルでシャキシャキのマジックテープみたいな感じ。はって感じだと思うけど、そんな味です。面白いね。やっぱり、完全に未知の味だった。で、普通に口痛い。ちょっと血が出そうな勢いだった。口の皮薄いからね。まあ、中程度のサポミだったんで、一旦茹でて、少しサポミを飛ばしていきます。この茹でる作業一番大事だからね。しっかり持つと手にくっついて痛いんでこうやって持ってます。気持ち悪いわけじゃないです。よいしょー。これめっちゃ量少ないじゃん。美味しかったらどうする？もう一匹取ってきたらよかったかな。なんか思いのほかね、サポニン少なそうですね。サポニンって洗剤みたいな成分なんで、いっぱい入ってると泡が立つんですよ。もうこれだったらね、ないに等しいわ。はい、冷まして流します。あ、これ全然サポニンしょぼいな。熱い熱い、びっくりした。可食部少なすぎない？あんだけでかかったのに超少なくなってるんだけど。あとこの凝縮した分ほっぺんの密度がすっごいことになってる。めちゃくちゃね手に引っかかる。絶対これ食べれないな、圧力鍋で煮ないと。いや、食材に対して圧力鍋がでかすぎるんよ。まあでもこれしかないからな。ちなみに圧力鍋で茹でるともっとちっちゃくなるんで、うわちょっと悲しいな。さて締めていきましょうかね。水入れてなかった。危ねえ。体くするとこだった。アホやな。これでいいだろう。よいしょ。はい、終わりました。結構長めにやったよ。開けてみますか。なるほどね。普通に引っかかりはあるわ。まだ細かく切ったら全然食べれるんじゃないかな。口には刺さんないんじゃないにしてもちっちゃくなったな。これ表面の汚れが取れるな、爪で。ほら、めっちゃ取れる。こういうのはね、洗い流した方がいいと思うんで洗い流していきます。すごいわ。めちゃくちゃ汚れ出てくるんだけど。すごい汚れだ。あ、ちぎれちゃった。柔らかいな。すごい、汚れ落とすと黒くなるんだね。これが汚れなのか皮膚なのかわかんないけどね。皆さんちょっと勝利宣言させてもらいます。圧力鍋で煮込んで表面洗い流したらコッペンがなくなりました。まあ、圧力鍋で煮込んでもコッペン全然柔らかくなってなかったんだけど、コッペンごと洗い流せるようになったんで、もう普通のナマコになっちゃった。ということで今日は甘辛く煮つけて食べていきましょうかね。はい、それではやっていきましょう。はい、煮つけを作っていくんですけども、今日は砂糖、酒、みりん、濃い口醤油、長ネギを使ってやっていきます。まあ、ネギはですね、匂い消しですね。この青い部分を使っていきます。でかい。それは濃い口醤油、酒、みりん、そしてザラメ、そしてメインディッシュをぶち込む。水も入れていきます。いや、ほぼネギやんこれ。はい、これを煮詰めたら完成。めちゃくちゃいい匂いだな。うん、ネギのいい匂い。よし、完成ですね。うわ、すごい色。はい、それでは完成しました。これはすごいな。いやー、どんな味なんだろうな、これ。楽しみですね。ということでいただきます。なんだろうこの味。正直食感に関しては刺身こんにゃくみたいな感じ。薄い緑のやつ、あんな感じで、まあ、そこそこ柔らかくて弾力のあるような食感で、ただ微量にほっぺんが残ってるんで、舌はザラザラするんで舌触りは悪いんですけど、まあ言っても悪くない食感なんですね。ただものすごく臭い。すっごく嫌なね後味がしますね。うわ、臭いな。なかなか臭いね、これは。これやばいな。なんだろう、これね、初めて味わう臭みですね。サポミは全然ないんですけど、なんだろう、この臭み。生臭いとかでもなくて、これはね、わかんねえ。今まで食べた何の味でもない臭みがありますね。ただ食感はそこそこ。そしたら、口の部分いきますか。ちょっとかじってみ、一旦。
でもこっちはまだね、我慢できる臭さだね。うわ、ちょっと待って、一気に食いすぎて、臭さで気持ち悪くなってきた。いやー、ちょっと待って、食感を今回俺はもう全力で消しに行こうと思ったから、臭みに関してはノーマークだったんだよね。刺身とかね、別にそんな臭くなかったし、やっぱりあれなのかな、あんだけでかいものをここまで凝縮させたから、刺身の状態だったら、そんなに臭さがない状態だったのに、その臭みがギュッと凝縮されたんだろうね。ちなみに旨味はない。旨味も凝縮されるみたいな感じだったらいいんだけど、旨味はない。無味で臭いだけ。はい、ということで、ごちそうさまでした。いやー、久しぶりにね、こんなまずいもん食いましたね。栗色ナマコ以来かな。まあ、ただ、食感自体は良かったんで、匂いさえね、打ち消してしまえば、まあ、新たなね、刺身こんにゃくの代用品としての可能性を秘めてる食材なんで、もしかしたら持って帰って1週間ぐらい泥抜きとかしたら、まあ、食べれるかもしれないですね。という感じで今回はですね、大怒りナマコでした。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。それでは、